ちょっと待ってください。ヤリスの商品改良、良くなった部分はたくさんありますし、お値段だって安いまま。ただ、今このタイミングでヤリスを買う前に、一つだけ知っていてほしいことがあります。ライバルのホンダフィットが7月にもビッグマイナーチェンジを迎える予定となっていました。ということで、左男爵です。今日は2026年改良のヤリス。身内が2025モデルを買ったばかりということもあって、どうなのか、買っていいのかというのを厳しい目線で見ていきます。今回の2026年ヤリスは何が変わったかというより、先に何が消えたかを見ておく必要があります。ほんの少しなんですけれども、すごく大きな部分が変わりました。オプションから省かれたのが、デジタルキー、アドバンスドパーク、コンフォートシートセット。これらが省かれてカタログから消えました。で、これがね、トレードオフとも言えて、何かを削った分、別のところに投資したはずなんですが、今回の改良の本丸でしょうから、ここから確認していきます。でね、自分が最も気になるのが、G グレードのオプションであったコンフォートシートセットが廃止されました。このセットはね、以前ですと8万円ほどだったと記憶しています。中身はセパレート型のフロントシートにシートヒーターやナノ EX がセットになったもの。標準の少し安っぽいシートが普通のシートになるだけで、もうめちゃくちゃ大きな違いを与えてくれます。これが今回なくなったことで、X と G グレードはヘッドレスト一体型のモノフォルムシートが標準になります。で、このモノフォルムシートっていうのがね、滑りが良いので、お尻をスッと滑らせて乗り降りしやすいというメリットはあります。ただ、見た目の質感は、正直あまり良くないですし、座り心地という面でも、セパレートシートには遠く及ばない。さらに、後席に座った時の圧迫感も強くなる傾向があります。すごくね、大きな差です。もうほんと大きな差。でね、オプション廃止によってシートの選択肢が狭まって、結果グレードの選択肢が狭まったとも言えます。で、完全にセパレートシートが選べなくなったわけではなくて、G グレードにはターンチルトシートというのがオプションで残っています。で、これを選ぶとセパレート型のシートになる。ただこのターンチルトシートというのが、さすがにね、8万円よりはお高いでしょうから、全体的なコストは上がったと。で、整理すると、X グレードはセパレートシートを選ぶ手段がなくなった。G グレードはターンチルトシートをオプションで選べばセパレート型になる。Z グレードは最初からセパレートシートが標準。じゃあ Z を選べばいいんじゃないかという話になりますけれども、Z はガソリン CVT で230万円、ハイブリッドで267万円です。G や X から比べると20万円から30万円ぐらい高くなります。シートのためにね、グレードを上げなければならないという状況になったのがね、ちょっと商売お上手ですねっていうところです。では、主な変更点のまとめいきます。外観で一番話題になってくるのが新色のマスタードというお色。小さなボディにこの色が意外と映えるかなと。見かけたらね、2026モデルじゃないってね、こうパッとわかるような、同じヤリス乗ってる人からね、一目置かれそうな感じを受けます。で、顔のデザインとかはね、変わってないです。6年目ということと、2024年モデルでフロントマスク変わっていますから、今回は継続といったところでね。で、あと、そもそもね、ヤリスのデザインってもともと評価が高くて、自分もね、この見た目が一番のヤリスの魅力かなと思ってるぐらい。で、ドアミラーとアンテナがブラック加色になって、全体的に引き締まった印象にはなっているかなっていうのはね、あります。室内の変更で大きいのがディスプレイオーディオの大型化。Z グレードが 10.5 インチ、G グレードは8インチになりました。10.5 インチって迫力ありますけれども、実際に座ってみると、あれ、ちょっとね、画面が斜めに感じるとか、後からつけましたみたいな感じがね、出てくるという声があります。いろいろね、当初の設計とは違ったサイズのものを想定外でこのサイズのものがつくとか、最近トヨタ結構ありますから、そんな印象を受けますから、
そうして違和感っていうのがね、少しはある。でもやっぱり大きい方がね、現代的っていう感じは強いですね。で、それと大きいのが、ハイブリッド全車に電動パーキングブレーキとブレーキオートホールドが追加されました。これで渋滞の時すごく楽になりますし、ハイブリッドを選ぶね、めちゃくちゃ強い理由にもなるかなと。ハイブリッドの Z と G には、アームレストとコンソールボックスも追加されて、地味ですけれども、これら全部まとめてね、渋滞中だらんと座ってドライブできるようになったのかなと。で、あと、静粛性と乗り心地が向上されたかもしれないという話。トヨタは大々的には言ってないんですが、未確認情報なので、話半分に聞いてください。エンジン周りの吸音材が変わったり、制御のアップデートで、例えば EV モードが粘り強くなった。それからサスペンションの精度が上がっているといった話もありました。本当だったらね、結構嬉しいところ、むしろ宣伝してくれって言いたいところですけれども、あんまりね、トヨタっていつもマイナーチェンジとか年次改良で走りの部分が変わったというのはね、あんまり言わないんですよね。逆に言うと悪くなることもあるので、これはちょっと乗ってからのお楽しみの部分かな。でね、なんでガソリン車に電動パーキングブレーキはつかないのっていう部分。これは物理的にガソリン車は手引き式のサイドブレーキですから、センターコンソールの部分をね、占有しています。ここが大きすぎちゃうから省かれたっていうのもね、なくはないかなと。で、代わりに 6MT の採用を増やしたみたいな、そんなところを想像しちゃいます。では、グレードと価格いきます。価格はね、上がりました。そんな大きくないですけれどもね。Z で9万円、G と X が13万円。こっちはちょっと大きいか。13万円はなんか大きく感じますね。で、改良前のハイブリッド Z は258万円でした。で、今回は267万円。ハイブリッドの一番安いのは225万円で、燃費性能が 36.0 キロです。この燃費性能すごいですよね。もうちょっとで40キロにカタログ値もなると。で、実際乗ったら40キロで走ることもできますから、見かけだけじゃないこのカタログ値というのが、このトヨタのハイブリッドのすごいところ。もうこれはね、他のメーカーもなかなか追いついてこれないというか無理なんじゃないかなと。その間にトヨタもまた進化しますからね。で、ガソリンモデルいきます。ガソリンモデルの方は、グレードがちょっとね、いっぱいあります。マニュアルがある関係でね。全グレードにマニュアルが用意される。で、一番安いのは170万円。ただ、これはナビ、スマートキー、ETC のセットがもう標準でついてるでしょうから、それが以前の価格ですと15万円ほど。で、それを省くと155万円ぐらいといったイメージです。乗るとね、確かに150万円の車だねっていう感じなんですけれども、エンジンに関してだけは、この 1000cc がね、めちゃくちゃいいです。で、何がいいかっていうと、シリーズ中最も3気筒らしさが目立たない。静かで振動も気にならずといったところでしょうか。これが 1500cc のガソリンとハイブリッドと、それだと比較したときに、一番コンフォート性能がいいのが 1000cc。で、あともう一つ、調整がすごいよくできていて、もうほんとね、乗りやすいんですよね。CVT とか、スロットル特性とか、あとエンジンのパワー出す出さない、いろんな部分の調整がめちゃくちゃうまくできていて、もう今回ね、おすすめしたいのは 1000cc。もうエンジンなんて黒子でいてほしいわっていう方におすすめしたいのは 1000cc のモデルです。例えばお母様とかにどれがいいかしらって聞かれても、この 1000cc をおすすめしてあげてください。きっと喜ばれる。だからこそね、この 1000cc が Z にはないので、セパレートシートがなくなっちゃったのが、選べなくなっちゃったのがめちゃくちゃ痛いと、ここにつながります。で、4WD モデルは全部のグレードで用意されていて、22万円高程度です。で、価格で言うともう一つ、特別仕様車のウルバーノというのが登場しています。Z グレードをベースに、各部をブラックアウトした仕様。ハイブリッドが269万円。
ガソリン CVT が235万円。単純にこれを選ぶだけでしたら、プラスの価格は5万円程度でお得感あります。でね、ガソリンの 6MT が231万円。これがね、設定されているんですよね。特別使用者にもわざわざこれが用意されている。で、このウルバーノをね、完成させるには、プラス8万2000円を出して、ディーラーオプションでウルバーノセットというのを追加することになります。この中には2万5000円程度のフロアマットも含まれていますので、意外とお得感高いかなって思います。で、ここからね、値引きっていうのがここから入るんだったら、これも選んだ方が幸せになれるかなって思います。では次の項目、ノートとフィットと比較をしてみます。見える範囲でね。まず、全3社のサイズ。ヤリスが全長で4メーターを切っていて一番コンパクト。その分ね、鉱石とか荷室というのがちょっとというか、かなり狭い。で、中間と来るのがノートで、ヤリスより10センチ長くて鉱石のゆとりで違いがある。あと、ノートはね、リア窓の形とかシートの形状とかによってすごくね、開放感があります。見た目ではなくて、コンフォート性能を優先して車全体がデザインされたであろうって思わせてくれるリアシートです。で、リアシートで言うと、もうやっぱりここはね、フィット。一番ボディ全長も長くて、室内空間の広さがある。というよりも、もうリアシートで選ぶならフィットしかないでしょっていうね、感じです。本当乗り降りもしやすいですし、リアのドアがね、もうめちゃくちゃ軽い。もうボムというね、閉めた時の質感ではなくて、開け閉めが楽、乗り降りが楽っていうね、実用性で固まっているのがフィットのリアシートです。で、燃費。燃費はヤリスが 36.0 キロで、もうクラス最高。もうこれほんと圧倒的ですね。ノートとフィットは30キロぐらい。で、実際乗ると、ノートやフィットもヤリスと同じ燃費で走ることができます。30キロ台後半で走ることができますけれども、これにはね、もう神経使ってもう全力で燃費走行をしなきゃいけない。なので、燃費をね、普通に見るとヤリスが圧勝。で、その分、ヤリスは燃費以外の部分が今一つ。ただ、お値段も安いですから、リアシート使わないんだったらね、それからあんまり荷物詰め込んでおかない人にとっては、いい選択肢かなと。で、そうじゃなければフィットがいいなと思います。で、乗り味で選ぶんだったら、もう自分は断然ノートかなと。もうみんな断然ですね。ボディデザインと気軽さ、それから車両価格の安さで断然ヤリス。で、乗り味、ハンドリングとか、ステアフィールとか、エンジンで選ぶんだったら断然ノート。で、リアシートで選ぶんだったらもう断然フィットってね、もうどれもめちゃくちゃ明確。コンパクトカーっていうのはもう特徴がどれもね、際立っていますから、比較もね、すごくしやすいです。で、今回言いたいことがあって、それはフィット。フィットがね、2026年の7月にビッグマイナーチェンジという噂があります。なのでね、今ヤリスに決めていいのか、それとも少し待つのか、これが重要かなと思います。ほんとね、車っていろいろ味わってみると面白いし、違いが分かってさらに面白くなりますので、ずーっとトヨタ党の方も、1回ぐらい他メーカーに変えてみるのもきっと楽しいです。じゃあ次は、5番目の項目。今回の目玉は MT 継続のラインナップ。なので MT について思うことをもうちょっと述べていきます。今回の改良でマニュアルトランスミッションのラインナップが継続したことを喜んでいる方も多いと思います。いつか買おうかなって人がね、買いたい時になくなっちゃったらすごくショックですからね。継続でよかった。で、ヤリスの場合は X177 万円から、さらに上級特別使用者のウルバーノにも MT がある。車業界全体でね、MT が減ってるのはご存知の通りです。で、すごく貴重な決断をトヨタがしてくれたと思っていますけれども、少しだけね、ちょっと自分からおせっかいを言わせてください。実はこのヤリスのガソリンマニュアルモデルを検討されている方にお伝えしたいことがあると。
決してね、悪いってわけではないんですけれども、でも、このマニュアル車っていうのがね、環境性能のために、電子制御スロットルがとても穏やかに設定されている。アクセル離してもすぐ回転が落ちてこないとか、踏んでもすぐ上がらないとか。で、アクセルに対して、どうしてもワンテンポ、車側の都合に付き合って、自分が変えたいタイミングでクラッチをつなぐのではなく、車のタイミングに合わせてギアを入れて、そしてタイミングを見てクラッチをつなぐんだけれども、これがね、すごく難しいと予想できます。最近の車は本当こういうの多いのでね。で、マニュアル車の楽しみっていうのは、音と左手の手のひらの感覚で、エンジン回転数とギアの回転数と速度があったのを感じて、で、吸い込まれるようにギアが入る、その瞬間だと思います。で、そのリズムが崩れてくるとね、もう運転がただの作業になって、もう自分はもう苦痛でしかない。もう思うように変えたい時に好きなギアにパパッと入れられてこそマニュアル車が楽しいと。で、これがね、よくできた車種ほどギアチェンジの回転数合わせがすごくやりやすい。ビシッと決まります。で、マニュアル車乗るんだったら、それこそがね、良い車と断言できる。で、ギア変えた時にショックを感じるようだったら、もうほんとね、ギアチェンジなんて面倒になるだけ。嫌いになっちゃいます。なので、MT 車に乗るんだったら、ずっと車好きでいてほしいっていうのがね、自分の正直な気持ちです。で、もし少しでも冒険できるんだったら、手頃になってきた初代の86とか、古くてもマニュアルトランスミッションが素晴らしい車種を候補にしたりとか、自分も先日ね、マニュアルトランスミッションのもうすごく安くて後輪駆動で、そのあたりがすごくいい車の動画を上げていますので、よかったら見てください。コツもね、バンバン述べています。で、まとめると、マニュアル車を嫌いになってほしくないなっていうのが思うところです。では続きましてのコーナーは、ネットの反応に物申す。ヤリスの改良について飛び回っているコメントを拾ってきましたので、それについてね、自分の思うところを述べさせてください。では1問目。ついに電波搭載。待望だったけど、モータースポーツ勢はサイドブレーキ引けなくなって残念。故障率も上がりそうっていう話です。サイドターン気持ちいいですよね。特に雨上がりに後輪だけ水たまりに入れた時にハンドル切ってサイド引くと、もうくるっとね、刺激的に車回ってくれます。で、それは置いておいて、最近モータースポーツでもね、ハイブリッドモデルを選ばれるようになってきてるみたいです。で、ね、この電動パーキングブレーキになって故障率は気になるけど、自分はね、信用できると思っている。それは世界中でものすごい台数がね、これ使われていますから、サプライヤーからすると同じ部品もいっぱい使われてるはずです。でも、故障の原因になりそうな要因っていうのは、やっぱりあって、で、その一つが意外にもバッテリーの状態。よくあるとね、止まって2分間は油圧の普通のブレーキシステムを使って、で、それ以上時間経つと電動サイドブレーキが使われるタイプです。で、このハイブリッド車の油圧ブレーキっていうのは、構造上、電動マスターバックという機構で、電気を使ってね、ブレーキをかける。なので、バッテリー管理がね、もうすごく重要になると思う。ちょっとでも負荷かかった時にストンとドロップダウンしちゃうようなバッテリーだったら、なかなかもうシステムが起動しなくなるんじゃないかな。このあたりが今までよりシビアになるかもしれないと。で、それがね、駆動用のバッテリーって話ではなくて、12V の普通のバッテリーの方の話です。では次。新色マスタードいいね。Z でツートンかっこいい。でも、アクアのフルモデルチェンジに比べると地味すぎないって。これ多分、アクアのマイナーチェンジでね、この前株が変わった時の話でしょうね。マイナーチェンジでアクアすごく変わりました。で、思うところ、マスタードっていう名前がね、落ち着いたイエローを想像できますけれども、ブラックとのツートンだったら良さそうかなと。良いっていうか、意外とね、嫌いって人が少なそうな感じかなと思います。で、新しくなったヤリスだよねって目立つかもしれない。ちょうどいいバランスかもしれないですね。で、本当にヤリスは、フロントフェイスが2024年に変わったばかりだから、十分良いんじゃないかと
自分はね、かっこいいと思っています。もうむしろ見た目だけだったらコンパクトかナンバーワンでしょっていうのをね、以前の比較で述べています。で、アクアはね、前回のマイナーチェンジで大きくイメージを変えました。でもヤリスの方が元から統一感のあるデザインで完成されているからこそそんなに変わってこないと思いましょう。じゃあ3つ目。ハイブリッド Z が266万円を超えてくる。これならヤリスクロス買った方がいいんじゃない？リセールもいいしっていう話です。正直ね、コンパクトカーでごめんなさい。コンパクトカーで266万円。これは高いと思わなくなりました。もう慣れだね。別に300万以下だったらコンパクトカーだねって感じで、もう慣れって怖いです。もう本当怖いですよね。笑ってますけど、マジ怖いなって思ってます。日本の状況が良くなったのかって考えたり、未来の希望が見えたのかって考えるとやっぱり怖い。AI でデジタル赤字でどうなっちゃうのっていうのが今の時代ですから、本当はこの価格にね、慣れちゃダメです。ヤリスクロスと乗り味の質感だけで比較すると、スノヤリスの方の魅力が大きいです。特にハイブリッドモデルは良い部分が目立ちます。一方で資産価値として見ると、ヤリスクロスの方が数段上ですかね。自分の好みを優先するか、経済性を優先するか、両方が求められる車種もあるかもしれないので、お買い物をじっくり楽しんでくださいませと述べたいです。では4問目。10.5 インチディスプレイはいいけれども、インパネが曲がって見えるって本当？あと、配布のオプションが多すぎだと。画面の大型化っていうのは、やっぱりね、新しさを感じます。一方で、ヤリスがデビューした数年前に、6年前か。このサイズが想定されていたかっていうのがね、もう自分ね、トヨタ車見るとね、いつも思っちゃうんですよね。マイナーチェンジで画面大きくなるのは常ですけれども、もうほんとね、取ってつけたような感じになってることがよくある。で、あと、オプションの方か。オプション体系がスリムになっていくっていうのは仕方ないって言いたいけど、今回に限ってだけはね、シートのコンフォートパッケージがなくなっちゃったっていうのがね、もう事実上 Z 選ぶしかないよねっていうところが、もしかしたらモデル末期で上級グレードに絞ってきたっていう感じにもね、捉えられなくもないといったところです。このあたりね、実写見てシートの比較できるようでしたら、もうぜひね、体の滑り方とか、リアシートから前を見た時の感覚というのをね、比較してみてください。では次、5問目です。改良で静粛性と乗り味が良くなったって本当？デビュー6年目でまだ進化するのってすごいって話です。そうですね。トヨタってデビュー当時で荒削り、マイナーチェンジや年次改良で良くなるっていうのをね、もういつも繰り返している。おい、ちょっとテストをもっとしてから出してきてよって、時間が押してるからって中途半端で出してこないでって思っちゃう時もあるんですけれども、特にね、新しいプラットフォームの場合、このヤリスの場合もそうでした。で、今回公式には言っていませんけれども、いろいろ中身も良くなっているそうです。本当かわからないけどね。で、6年目で進化するっていうのは最近では珍しくないとは思っていて、特にマツダの CX3 なんかも、このヤリスと同じ価格帯の車ですけれども、それもね、もうめちゃくちゃ良くなりました。もうすごく良くなってね。でも最後、ちょっと前にね、なくなっちゃったんですよね。2、3ヶ月前かな。もうそれは残念。で、ヤリスも、そういったね、もうなくなる前、モデルチェンジ前が最良でしょっていうモデルに進化していてくれたら、すごくね、嬉しいと思います。じゃあ最後簡単にちょっとまとめ。ヤリス2026年商品改良。目玉は電動パーキングブレーキと、MT モデルの継続もしくは拡大採用といった部分かなって思います。で、お値段は平均して10万円程度上がっていると。で、あとはピットがビッグマイナーチェンジを控えているっていう話です。なのでね、少し待ってみるのも面白いかと思いますし、あと MT 乗るんだったら、可能であればね、本気の MT を選んで
もう長くね、車好きでいてほしい。適当に選んでね、マニュアル車嫌いになっちゃった友人とかいっぱいいるんでね、動画の中でさらっと述べた話です。で、あと、ヤリスだったら、1000cc が一番いいんじゃないかと、自分はそう思っている。ただ、セパレートシートが選べなくなったところがっていうのが今回の話の中身でした。ということで、よろしければチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。